2024年5月24日から6月2日までさいたま市大宮盆栽美術館にてさつき盆栽展が開催されました。本展示会はさいたま市の磯部緑園の全面協力によって前期後期の2部に分け全18席のさつき盆栽が展示されました。また最終日の6月2日には磯部茂雄氏による花語の剪定のデモンストレーションも開催されました。合わせてご紹介します。まずは前期の5月24日から29日まで展示された9席をご紹介します。盆栽美術館に入ってすぐのロビーに飾られたのは花物仕立ての輪です。まるでクリスマスツリーのような姿ですが、さつきの花を最も美しく見せる定番樹形です。花の特徴は中心が白く抜ける底白と呼ばれる芸で、花色は紅色と紫紅色とが咲き分ける二色咲き品種です。さつきは花苞の枝が強くなりやすい性質がありますが、下から上まで全ての花の大きさを統一させて咲かせる作者の開花技術の高さにも注目です。次は値上がり樹形の一生の春です。古くから知られる人気品種でさまざまな樹形に仕立てられていますが、これほど大型の値上がり樹形は珍しいでしょう。根の部分だけでも50センチ近くあり、たっぷりの花をつけた樹幹部の大きさに不安定さと緊張感が漂います。幾重にも絡み合う根の複雑な動きをご覧ください。またこの木は最終日の花語の剪定のデモンストレーションの素材です。最後までご覧ください。続いては3点飾り、主木と添え、草物で一石をしつらえます。主木には塩羽、添えは白輪、塩羽は丸葉さつき系の古花、紫無地花では珍しい大輪花、小ぶりな樹形で花の大きさが引き立ちます。足元を見ると不規則な値上がり樹形で遊び心が感じられます。小枝が四方に広がり、よくまとめられています。添えの白輪はオーソドックスな商品樹形、樹高20センチほどですが、鉢持ち込みが古く幹がよく締まっています。白を基調とし、あらゆる樹形に仕立てられる人気品種です。メリハリの効いた色対比が楽しめる一石です。続いて金彩、花弁が細く変化した幸先と呼ばれる花が特徴の品種です。時に正常な五弁花が咲くこともあります。一度五弁花が咲いてしまうと幸先には戻りにくく、長年管理していると五弁花が多くなってしまうものもあります。本樹は金彩らしい引き締まった幹と裾の美しく広がった見事な粘りが見どころです。また花の赤色と鉢の青色のコントラストがとてもよく映えます。花色に合わせて色鉢を選べるのもさつきの楽しみの一つです。次は食紅錦、古くから知られる咲き分け品種ですが、展示会等ではあまり見ることがない珍しい品種です。どっしりとした構えの良い木で、荒々しい粘りや振りの良い幹模様など力強さもあります。白地主体の花に淡い青色の鉢を合わせ、さらに添えに風地草を置くことで初夏の高温期を払拭してくれる清々しい一石です。次は光輪、言わずと知れた人気品種で、太幹樹形から盆葉木まで何でも作れる優良品種です。しっかりと力強い粘りと立ち上がり、枝のボリュームも見事です。細かい枝のほぐれ、丁寧な作りは秋の姿も見てみたい作品です。ここからは床の間飾り、まずは至高の月、鮮やかな紫色の底白花です。ゴツゴツとした力強い足元からすらりと伸びた幹は自然木を仕立てたものでしょうか。幹の下部にある小幹が良いアクセントになっています。鉢合わせや食のしつらえも見事な一石です。床の間飾り2石目は直感の光輪と難波錦の一石。直感のさつきは数あれど、これほど迫力のある直感は稀でしょう。大きな粘りから1メートルに迫る高さまで直立し、徐々に細くなっていく姿はまさに杉の大木を連想させる力作です。一方、脇床の難波錦は多感の株立ち樹形、樹形の対比を楽しめる一石です。前期最後の一石は値上がり樹形の大盃、県外樹形の博多白、それと小物の至高の月。大盃はかなり大型の作品で持ち込みも長く、値上がり樹形であっても安定感があります。一方、白花の博多白は鉢から枝が大きくこぼれる県外樹形。大盃とは対照的に不安定で緊張感があります。さつき盆栽と一言に言っても、花の色や形の種類、さまざまな樹形の種類、鉢合わせや食のしつらえなど、飾るという無限の楽しみを感じさせる展示でした。次に作品すべてを入れ替えた後期の展示品をご紹介します。後期展のロビーを飾ったのは花物仕立ての乙女の春、一生の春と同じ系統の品種で、果肉の厚い大輪花の二色咲きです。二色咲きとは赤系の花と紫系の花とで咲き分ける品種を言いますが、白花もあったり、色の濃淡もあったり、
大変賑やかな一樹です。枝を継いでいるのですかと聞かれることもよくありますが、こんな咲き分けもさつきの魅力の一つです。続いて盆葉木の白糸の滝。幹の直径は5センチに満たないような細い木ですが、緩やかな動きを伴って射状する洒落た木です。ちょっと変わった白花はしべ咲きと呼ばれる特殊な花形。花弁が退化ししべだけになったものや、大きく不切れて咲くものもある沈花です。次は根気鏡。先ほどの白糸の滝とは一変して脳視植無地の花色です。花の形も正常な五弁花、ややつぼんで咲く桔梗咲きと呼ばれる咲き方です。秋田県産の古花として知られる品種で、流通量も少ないですが、端正な花形と発色の良い花色で目を引きつけられます。次は根上がり樹形の樹高です。根上がり樹形は生産者によって様々な仕立て方がありますが、この木は根に針金を巻いてさらに複雑な動きを作っています。小枝の仕立てもよく手が入っており、見事にまとめられています。鮮やかな花色と濃紺の鉢合わせがとてもおしゃれです。次は佐藤錦。流通量が少なく見かける機会も少ないのですが、淡い花色がとても可愛らしく、欲しがる声が多く聞かれる品種です。樹形は古さのある株立ち樹形。品種が発表されて10年。あまり大きな木はありませんが、株立ち樹形にすると枝のボリュームが出て飾り映えする作品になります。続いて博多次郎。枝先が8縁よりも下に伸びる剣蓋と呼ばれる樹形。立ち上がりから大きく屈曲する幹やダイナミックに伸びる枝が見どころです。意外と少ないさつきの白花品種の中では人気の高い博多次郎。真っ白な大輪花はすがすがしい気分になります。ここからは後期展示の床の間飾り。最初は石付き樹形の日光。石付き樹形には立ち石に寄せたり絡ませたり、またはこの作品のように石にまたがせたり、いろいろな作り方がありますが、全てに共通するのは木と石が一体となり作品として仕上がるまでにかなりの年月がかかるということ。この作品も相当な年月が経った古い木です。今回が初お披露目となった秘蔵の一品です。続いて玉織姫と高一品の一石。玉織姫は樹高1メートルを超える盆葉木。玉織姫は枝が硬く伸びにくい品種。余分な枝を取り除き、縦に伸ばすことだけに終始した老作です。最低限の枝付きで瀟洒な一樹です。一方脇床の高一品は安定感のあるオーソドックスな太幹の商品盆栽です。最後の一石は松並、勾配、鎮山です。石付きの松並は持ち込みが大変古く、石を飲み込んでしまいそうな時代感があります。遅咲き品種としてよく知られ、花はまだまだこれからです。片や目の覚めるような花を満開に咲かせた勾配、重厚感のある松並と華やかさのある勾配、樹形だけでなく花のありなしで印象が大きく変わることを改めて感じることができた一石です。以上、磯部緑園協力大宮盆栽美術館のさつき盆栽展全18席の紹介でした。最後に最終日である6月2日に行われた磯部茂雄氏による花語の剪定のデモンストレーションをダイジェストでご紹介します。でさつきなんですけども、やはり5月中旬から下旬に満開を迎える季節となります。これは新生って言いまして、2017年、5年前、同じくやはりここで、ちょうど私が46歳の時、忘れもしないですけども、その時にやっていただいて、お客様、生徒さんというか、その観覧している方は、この枝を持ち帰ったのが5年前。そしてこれが5年後です。で、きれいに花を咲かせています。で、今、同じことをここで私がやりますので、取っちゃってよろしいですか。じゃあこれはみんな花の茎を取って、でこのおしべとめしべがついてますので、これですね、この茎から必ず取るようにしてあげてください。一つ一つで約多分この木もそうなんですけど、これで大体1000から2000つきます。数えてみると、これだって多分10や20、30ぐらいになるんですね、つぼみを含めて。それを必ずきれいに取ってあげれば、花も一生懸命頑張ったので、でこれは今これからデモンストレーションをやるというのは前期の展示会の時にそこの1席目に、飾らせていただいた根上がり樹形のこれ根っこですね、根っこは根上がり樹形の一生の春です。
一生の半の花がポリ一本の木でこんだけ竹クリーム、半絞り、白一本の木でこんだけできますね。毎年こちらちょっと時間が問題上で誰かお花をもいでいただいたの手伝っていただいたら助かるのでどうぞよろしくお願いします。これが花を取った状態で、約先ほど1000個って言ったけど咲いてる時より落ちた時の方がこの数が多いのがよくわかると思うので、根上がり樹形というのは最初これ地中で埋まってます。埋まってます。もしくは泥の、円柱形の鉢に入ってます。少し1年目、2年目、3年目という形で、根っこを見せたいという時に出してあげます。それで根っこっていうのは動いている時にはこのように動いてはおりません。まっすぐ水を欲しがりますので、まっすぐ最短距離で土に向かっています。そこで根を曲をつけてあげることは一つ、幹より根っこの方が柔らかいです。なぜかというと土の方に植わっている時はもうすごい柔らかい状態なので、それで模様をつけてあげます。根っこにも針金をかける方もいらっしゃいますし、ある程度ここに木のコッパっていうんですけど、こういう木の間に入れて根っこの間に入れて根っこを自分の好きな方に、この木根っこは動いてますよね。これ多分最初まっすぐだと。である程度ここに絞ったりいろんな曲をつけてまだ動きます。これ思いっきりこれ引っ張れば動いていっちゃう。根っこの方が簡単ですね。でこれで花を手入れということで、元っ端でおおむね木の形で枝なんてこういう形なんでね、こういう形でもう頭をもっと伸ばしたいっていう場合は必ず葉っぱを少なくして枝をちょっと透かしてあげるんですね。で二目二っ葉という3つも4つも出てるんですね。これ1つのつぼみのところから必ずよく言う二目二っ葉って言うんですけど、ちょっと分かりやすく得意なことで、もっと伸ばしたいなという下の方もっとこうあった方がかっこいいなっていう曲をつける場合、二目二っ葉で伸ばしていきます。葉っぱを二目に、もうここはもう伸びなくてもいいやって、ここはかっこよくもうバッチリだからいいやっていう場合、このフループパッドを切ります。はい。大体今完成してる、これはもう完成期なので、今息子たちが切ってる元っ端で大丈夫じゃないかな。もう少しこう伸ばしたいなっていうところはこの二目で。これが新芽ですね。でもここはいらないなっていう場合は今切ったんですけど、ここで切る。で自分の好きな形に作っていけるのが特徴ですね。今日のこれの子供を皆さん刺して、2、3年後さつき花咲かせたいという方はこれをお持ちになってくだされば刺してやればつくんじゃないかなと。その刺すことにあたって、注意点というのは比較的私も同じように、たくさん刺せば必ずつく。1本刺して1本っていうとプレッシャーがありますので、何本もいっぱいありますので、これを刺していただければ必ずこういうふうになりますので、こちらの学芸員の先生の方もいっぱい刺していただいたり、近所の方に刺していただいてますので、そちらは後ほど経験を聞かせていただけたら幸いだと思います。
体簡単なデモンストレーションでしたけども、来年も参加型のデモンストレーションとさせていただきますので、よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。以上、大宮盆栽美術館さつき盆栽展でした。